こんにちは、建築ブログのいつきです。今回は上野にある東京国立博物館で開催中の内藤麗の展示会と同じ敷地内にある谷口義雄の法隆寺宝物館へ行こうと思います。そして最近動画を撮るのが楽しくなってしまい、Osmo Pocket 3を手に入れてしまいました。操作や編集に手こずっていますが、勉強中のためお許しください。スタビライズが便利すぎてすごくテンションが上がります。一世代前も少しだけ使ったことがあるのですが、段違いに画質が良くなっていてすごいです。記録のためにも設定を載せておこうと思います。話を戻して展示についてですが、今回は撮影 NG なので雰囲気をなんとなくお伝えできればと思います。6月末から開催中の内藤麗生まれておいで生きておいでを見てきました。内藤麗を知ったのは手島美術館の湧き出る泉の作品を目にしてからです。西沢立衛が作り出した一滴の水滴が地上に落ちた瞬間のような形の建築が特徴な自然を感じる素敵な美術館で見ることができます。手島美術館ではあくまで建築を見に行ったので、内藤麗の個人展を見に行くのは初めてです。東京国立博物館の収蔵品、その建築空間と内藤麗との出会いからこの企画は始まったそうです。遥か昔にこの地上で生きていた人々と現代を生きる私たちに通じる精神世界、創造の力がテーマとなっています。展示会場は平成館と本館で分かれていて、順路的には平成館からになります。ここからは個人的な感想になるのですが、お付き合いいただけると嬉しいです。まず建築好きとしては、生と死を題材にしている彼だからこそ、長らく扉を閉ざしていた部屋を戦後初めて開放することができたのだと感動しました。正直この部屋を見ることができただけで来てよかったなと思いました。私は本館1階ラウンジも初めて入ったので、高貴な空間に圧倒されっぱなしでした。ただ展示の方法については少し楽しむことができなかった点があります。それぞれの展示室が離れていて分かりづらく、途中このような全く関係のない空間を通過することになってしまいます。内藤麗の独特な世界観に浸ることが難しく感じました。できればどっぷりと浸ることができる動線や空間であってほしかったなと個人的に思いました。ごにょごにょと言ってはいますが、この博物館を巡ることになったきっかけをもらえたことは本当に良かったなと感じています。関東大震災で損壊してしまったジョサイア・コンドルが設計した旧本館を公募で選ばれた渡辺仁が現在の姿に立て直しました。渡辺仁は銀座のランドマークである銀座和光や、残念ながら老朽化で解体となってしまった原美術館などで知られる建築家です。吹き抜けのエントランスでは大理石の階段が圧巻です。天井は寺院のお堂などでよく見られるような高天井。その一部は最高屋根になっていて、様式の中に和を感じる空間にとても柔らかい光が降り注いでいます。壁時計やステンドグラスなどの装飾も必見です。それでは宝物館の方へ行ってみようと思います。長野旅行に行って以来、また谷口義雄の建築が見たいな、
いつ行こうかなと梅雨が明けるのを待ち遠しにしていました。今日もとても暑い日なのですが、木漏れ日が映る水面を見ているときは涼しさを感じられます。谷口義雄は設計時に今の東京には貴重な存在となってしまった成熟や秩序、品格のある環境をこの場所に実現することを目指したと述べています。実際にこの場所に踏み入れてみると、先ほどいた本館エリアとは違った静けさを感じました。建物の威厳ある姿から感じる空気感ももちろんなのですが、ほぼ4方向が小さな森で囲まれている環境も設計の際に考慮された点なのかなと思いました。上野の街のにぎわいからは想像できないほど静かで落ち着いています。この建物は複数のブロックが重なり合ったような形をしていて、その中で一番小さいブロックがこのひさしが乗っかったガラスの入り口です。重厚感のある壁にさりげないシルバー、心を惹かれてしまいます。刻まれたサインの大きさがいつもいいなと感じるのに、毎回サイズを確認し忘れてしまいます。建物に入ってすぐのエントランスはガラスのボックスのようで、光があふれる明るい開放的な空間となっています。左の石張りのボックスが展示室になります。中はかなり照明が落とされていて対照的な存在となっていました。また後ほど行ってみます。エントランスには水盤の方に向けられた椅子が置いてあり、そこからの眺めは縁側で庭をぼーっと見てる時のよう。館内には座れるところがいくつもあって、こちらは2階にある休憩スペースです。1階ラウンジとは違い、少し奥まった光が届きにくい場所にあります。ちょうどいい明暗で居心地がすごく良かったです。それでは展示室に入ってみます。こちらは展示品を含めて撮影 OK とのことです。宝物館はもともと週に1日だけ作品が見ることができる場所でしたが、保存機能の向上と作品を広く一般に公開することを目的とし、1999年に谷口義雄によって現在の宝物館が建てられました。ちなみに同じ敷地にある先ほどいた本館の隣に位置する東洋館は、谷口義雄の父である谷口義郎が手掛けた建物になります。興味のある方は合わせて見に行ってみてくださいね。一体一体をかなり近くから360度どこからでも見ることができて、ガラスケースの外側からだけじゃなく、内側からも小さなスポットライトが当てられていて、造形や表情がとてもわかりやすかったです。6から8世紀までの混動物の展示は2025年の4月20日までです。2階に上がるとさまざまな金工作品が展示されています。皆さんは展示内容は事前に把握して行かれますか？私はすっからかんの状態で行くことが多いです。学ぶ量が多すぎて大変なこともありますが、予期せぬ素敵な出会いがあるので、ついつい長居してしまいます。展示室を出ると最上階の飛び出したエリアに出てきます。
緊張感ある雰囲気から解放されたような気持ちです。目の前のルーバー越しに見える緑が現代に帰ってきたことを思い出させてくれます。外にいる人たちに対してなんだか別の世界から見ている傍観者のような気持ちにもなりました。とにかくトップライトが明るく、外の温度も感じられるほどの近さで、1階のエントランスにいた時とは全然違うイメージです。よく見るとルーバーがライムストーンのつなぎ目と合わせられています。ライムストーンといえば鍾乳洞ですが、化石が発見されやすいこの石が採用されたのに意味が込められているのでしょうか。さっきまであそこにいたのかとエントランスを見下ろしてしまうのはきっと私だけじゃないはず。谷口義雄の建物は展示物を見る前と後で気持ちの変化が大きく感じる気がします。そして1階へ向かうために使う階段が本当に美しかったです。最後の最後まで気が抜けない建築美。少し斜めからルーバーを見た時のゆらゆら動く影をずっと見ていたいです。このすぐ真下がレストラン、ホテル大倉ガーデンテラスとなっています。昼間は空いていたのですが、おやつの時間頃になると列ができていました。また今度来た時は行ってみたいです。ガーデンテラスというだけに素敵なテラスがあります。屋内32席、テラス36席となっていますが、真夏真っ只中の現在は屋内のみのようです。季節が変わったらぜひテラス席を使いたいです。改めて離れて見てみると大きなひさしが門構えみたいですね。いかがでしたか？パッと見ると現代的な見た目だけど、和が散りばめられた静寂と品格を感じられる建築でした。人の多さも比較的穏やかなので、東京でゆっくりと過ごしたいときはぜひ足を運んでみてください。上野に行ってみたかった喫茶店があるので寄ってみようと思います。上野駅の広小路口から徒歩2分のとこにあります。昭和ゴージャスな店内を一目見るべくお邪魔します。噂通りでこの日も行列ができていました。ただ5組待ちだったのでとりあえず並んでみることにしました。意外とすんなり10分から15分くらいで座ることができました。暑すぎるのでとりあえずカフェラテをいただいてます。こちらはなかなか腹ペコだったようです。甘いものは基本少し時間がかかるらしいのでのんびり待ちましょう。私は王道の昭和喫茶店パフェを頼みました。今回からオズモポケット3を導入してみたので、備忘録のためにもここらで設定を振り返ってみます。とりあえず気軽さ重視で、露出とホワイトバランスはオート、カラーは富士フイルムと揃えたいので D ログ M、フォーカスは連続で映像調整はデフォルト。編集してて感じているのはホワイトバランスはやっぱり固定がいいな。編集でどうにでもなるところなのですが、同じクリップ内でコロコロ変わられるとさすがに使いづらかったです。露出もマニュアルで行きたいところなのですが、長回しで徒歩のカットとか考えるとやっぱりオートがいいのかなと思っています。というわけで最後に上野を散歩して帰宅しようと思います。ちなみに営業時間は朝の8時から夜の10時半で、
すごく混んでる時は席の時間が90分になるとのことです。決してコスパがいい食事という金額ではありませんが、場所の雰囲気とザ・喫茶店メニューを堪能できるから良いかなと思います。全メニューコンプリートしたくなる可愛さです。ちなみに全席喫煙なので気になる方は注意です。席が煙でもくもくしているほどではありませんでしたが、座席の間隔が狭いところだと気になるのかなといった感じでした。完全な夜間ではないけどテストしてみたいと思います。オズモポケット2と比べると随分ノイズが軽減されていて、気兼ねなく撮影できるのが嬉しいです。光源の光り方もすごく綺麗です。早く使い方に慣れてかっこいい映像が撮れるように頑張ります。今回の建物とお店の詳細は概要欄のメモを参考にされてください。最後まで見ていただきありがとうございました。